皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ムン・ジェイン大統領の政策支持率について少し考えていきましょう。ムン・ジェイン大統領の行っている政策といえば様々あるわけですが、それらのほとんどが私から見れば失敗している政策だと思っています。しかし、これはあくまでも私の評価であって、あちらの国の国民がどう思っているかというのは全く別の話になります。今回はまさに旬の話題、GSOMIA破棄について、一体あちらの国民はどのように考えているのか、そしてムン・ジェイン大統領の政府というものについて、国民の支持率がどのようなものであるのかといったところについても見ていきましょう。それでは GSOMIA破棄に関して国民はどう思っているのかという記事、そして政府は信頼できるのかというこの2つの世論調査の結果から見ていきましょう。ニュースをどうぞ。政府の GSOMIA 終了決定 55% 維持すべき。警告世論調査。警告の世論調査会社リアルメーターが18日に発表した調査結果によると、警告政府が日本との GSOMIA 終了を決定したことに関し、55.4% がこの決定を維持しなければならないと回答した。政府が決定を翻さなければ、協定は23日午前0時に執行する。調査は15日に全国の成人501人を対象に実施された。終了決定を維持すべきは、6日の調査時 48.3% に比べ 7.1 ポイント拡大。一方、終了決定を撤回して延長すべきは 33.2% で、前回調査より 4.4 ポイント低かった。リアルメーターによると、プサン、ウルサン、キョンサン南道以外の地域とすべての年齢層、進歩層と中道層、進歩系与党ともに民主党支持層でそれぞれ終了決定の維持が過半数を占めた。プサン、ウルサン、キョンサン南道では維持と撤回が拮抗し、保守層と保守系最大野党自由警告党支持層では撤回が上回った。毎回のようにリアルメーター調査は信頼できないという声があるので、他の調査会社が行っている政府信頼度指数というものについても見ていきましょう。警告、政府信頼度 OECD22 位、日本、アメリカより上位。警告の政府信頼度が OECD36 カ国のうち22位という調査結果が出た。警告行政安全部は14日、OECD が公開した政府信頼度調査で、警告が信頼度 39% で22位だったと発表した。OECD 政府信頼度は、OECD が国際世論調査機関、ギャラップワールドポールに委託して調査している。国別にランダムに集めた1000人に、あなたは中央政府を信頼しているか ?Do you have confidence in national government? と問う。回答者ははいまたはいいえを選択する。警告では、木川和が大韓民国政府を信頼していますかと質問した。回答者1000人のうち390人余りがはいと答え 39% を記録した。今回のアンケートで警告は 38% の信頼度だった日本24位、38% のフランス25位、31% のアメリカ30位よりも上回った。1位はスイスで 85% の回答者が政府を信頼していると答えた。2007年の調査が始まって以来、スイスは継続して1位を記録している。2位は信頼度 76% のルクセンブルクだ。信頼度が最も低い国はギリシャで 16% だ。まず GSOMIA の終了に関して、あちらの国民はどう考えているのか。一言で言えば、それは破棄すべきだという気持ちが強くなっています。11月6日に行われた世論調査において 48.3% の人たちがこれは破棄すべきだというふうに答えたわけですが、今度は最新の世論調査においてはその破棄すべきだという割合が増えています。この背景にあるのはアメリカからの圧力というものに対して反発する気持ちというものがあるでしょう。GSOMIA を破棄することについて撤回しなさいという圧力が加われば加わるほど私たちの方が正しいんだというような反抗心の方が強まっている、そのような結果だと見えます。またこの GSOMIA の問題というものが日韓関係の中にある話題というのも国民の反発心を生んでいるでしょう。なぜ日本との間に結ばれているこの GSOMIA の問題についてアメリカがとやかく言うのだというふうにして
国民のプライドを傷つけている、そのように受け取っている可能性があります。そしてこの世論調査を行っているリアルメーターに関しては、毎回のようにですが、この調査会社は信頼できないという声が上がります。そもそもこのリアルメーターが調査した段階である程度、その答える人たちが偏っているのではないかという問題があるためです。ただこの問題を言い出すと、あちらの国の調査会社というのは他にはギャラップというところがあるのですが、そこも信頼できないということになってしまい、およそ信頼できる調査が存在しないことになってしまいます。ですので毎回のようにリアルメーターを使うのは、そのような信頼できない調査会社であろうとも、一つの傾向が見える、そのようにして使う意味があるからです。このような世論調査などの結果を合わせて考えると、ムン・ジェイン大統領の国民への啓発、情報提供というものはある程度成功していると考えるべきでしょう。ジーソミアの破棄について言えば、それは日本に対するあくまでも対抗措置であり、アメリカが介入することに反発する国民感情を見事に引き出して、ジーソミアを破棄することに関して国民の支持を取り付けた格好になっています。いわばムン・ジェイン大統領は外交的な失敗を国内における自分の支持率上昇につなげているというわけです。これは何も外交的な話だけではありません。経済政策などにおいても、ムン・ジェイン大統領は国民の支持を取り付けるということに成功しています。例えば、最低賃金の急激な上昇といったものは、いわば弱者救済の福祉政策です。また、大企業から金を取る、そのための法人税の増加などについても、やはりこれも国民からの人気を得やすい政策です。これらの政策を支持する人というのはあちらの国の国民だからというわけではありません。日本国内においても全く同じようにして弱者救済のためには最低賃金を急激に上げるべきであり、大企業から金を踏んだくるべきだというようなことは非常に多くの人たちが支持している政策です。ただしこれらの政策の結果というものが国民にとっては不幸しか招かないと私は思っています。ジーソミアの破棄すべきだという国民感情を煽って国内支持を取り付けたというのはあくまでも来年の選挙においてはプラスでしょう。しかしその結果としてアメリカから制裁を受けるようなことにつながるのではないかと思っていますし、また国内の経済においても最低賃金の上昇や法人税の値上げなどについて言えば国内経済の足を引っ張るだけの政策だと思っています。ただし国内の経済を足を引っ張ったとしても、それをまた支持率上昇につなげる、いわゆる貧困政策として利用している面があります。失業者が出た場合は、そのような人たちに対しては短期雇用者として税金で雇い入れ、自分の票田にしようという動きが見られます。もちろん彼らを雇うためのお金は国のお金です。しかしここにも貧困ビジネスとも言える政治スタイルがあります。ムン・ジェイン大統領はスーパー予算と呼ばれる国家予算の増額を図っています。自分の代のうちにその予算というものがパンクしないというのであれば、予算はどんどん増やしてもいい、どんどん赤字を積み立てるべきだという政策です。これもまた日本国内においても全く同じことを主張している政党があります。ジーソミアの破棄に関しては軍部は反対しています。このためこのニュースを報じるときに軍部のクーデターを誘発するかもしれないと解説されている方がいます。しかし私はこれまでのデータを見る限り、ムン・ジェイン大統領は少なくとも岩盤支持層とまた中道派の人たちを取り込んで、このジーソミア破棄に関しては国民の支持を取り付けたと思っています。このようにある一定層の非常に強力な支持を取り付けている状態でクーデターを企てるということが果たして現実的なのかというのは疑問です。とかくあちらの国に関しては面白おかしく伝えようという人たちがいるので、クーデターが起こるかもしれないよというと非常に目立つものがあって面白いのは確かなのですが、おそらくこの状況から考えるにクーデターの可能性は非常に低いと見るべきでしょう。最後に、ムン・ジェイン大統領を支持しているのは国民です。そして、ジーソミアの破棄に関してもこれを支持しているのはあちらの国民です。まさに国民の支持を受けた大統領が決定し、その大統領の決定に対して国民が支持している。その結果として何が起ころうとも、それはまさにあちらの国の国民が選んだことなのです。国民の選択が間違ったとき、その国民自身にどのような災いが降りかかるのかというのは、日本にとっては良い反面教師となるでしょう。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントを書き込んでいってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録をして、次回また会いに来てくれると嬉しいです。
それでは動画を見終わったら評価ボタンのクリックぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。